伊丹ローズガーデンの広さです。バラの接ぎ木に使う唾液はノイバラなんですが、これをこうやって切って接ぎ木しやすいように整えます。この作業にはスイス製のフェルコのハサミがすごい使いやすいんですね。この太い首のところも細い根っこもよく切れます。おそらくこの薄くて硬い刃がいいんでしょうね。それで唾液は畑で育てたもんですから土がついてます。で、これによってハサミの刃が消耗するのが早いです。だいたい500本処理したら研ぎます。それで、唾液500本切って、だいぶ切れなくなってきたんで、これで剪定バサミ研ごうかなと思います。はい、それではフェルコの8番研ぎます。現在こんな感じ。で、今日も使う砥石はおかつねの荒砥から合成砥石の中砥800番ですね。から、人造青と。それでは研いでいきます。ほぼフェルコも、ハマグリで研いでます。だからフェルコの刃はすごく薄いのでね、そんなに目立ったハマグリっていう大きなラウンドしたハマグリ刃ではないですけれども、今日は切り刃の方から研いでいってます。ここが粘ってるから研ぎにくいです。当たるんでね。フェルコの刃はなんかおかつねよりずいぶん硬くて、なかなかこう削れていかないというか研げないんですよね。その分落としても刃がほとんどかけないというか、少々砂噛んでもかけないぐらい硬いですね、刃が。今度峰の方を研いで、だいぶ砥石立てて研いでます。刃先の方だけね立てて研いでます。ここが当たるんで、この角度になるんですよ。こっちからなんとかこう入れてこんな感じで研ぐのと、でこういう角度だともうここが当たるんで、押す時に力をかけて研ぐしかないですね。こうね、こういう感じの力の入れ方で入れます。きっちり研いでおかないと唾液の細かいひげ根、細い根っこはなかなかさっとは切れないんで、逆にこっちの奥の方っていうのは、そんなにビンビンに研いでなくても太い枝を切るだけなので、大丈夫って言ったら大丈夫ですけどね。こっちの方はやっぱりビンビンにちゃんと帰りがしっかり出るので。大体 OK ですね。で、帰り出た状態。よいしょ。で、次、閉じて研いで、ここ一緒にきれいになるんで、この実は音で受け刃を先研いじゃう。研いでしまいますね。この縦の面ですね。
と、受け刃の裏ですね。こんな感じで。このほとんど削れることのない人造アウトでヤニを取るだけという感じの取り方になりますね。ヤニだまりの方もフェルコの場合はヤニだまりがはっきりボコッとへこんでますからね、これヤニきれいにするだけなんですけども。はい、受け刃。こんな感じですぐ綺麗になりましたね。はい、じゃあ、あと切り刃の内側研いでいきます。裏面はここ糸がつけるんですけども、先の裏面のここだけね、削れない人造アウトで掃除だけきれいにして、やっぱり同様にここへこんでるんで削らないように、こことこの峰の方と削って平面にすると切れなくなるんで、一旦こうやって削れない砥石できれいに掃除をして、ちょっと見えにくいかな、薄く返りが出てるんですね。この一番先に糸刃をつけます。これぐらいの角度でね、こんなもんでいいかな。こんなもんでいいですかね。もうちょっとかな。で、反対側にわずかに返りがもう出たんで、そーっと研いで返り取っておきます。で、あと仕上げ、中砥と仕上げですね。荒砥で糸刃をつけた状態です。今度はこの合成砥石の中砥ですね。はい、中砥での研ぎが終わりました。こんな感じです。もうこれで最後の仕上げ人造アウトでちょっと磨いておきますね。最初少し力を入れて
ジングアウトの場合塗粒がすぐ出てくるんで、塗粒が出たらもう力を少し抜いて、ぬるぬると表面を優しくなでてやるような感じで傷を取るだけですね。もちろんこの刃先の方は少し立てて刃をより鋭くする感じです。はい、こんな感じで研ぎ上がりました。でフェルコの場合はバネ簡単に取れます。でこいつちょっと掃除して、これはちょっと拭くぐらいでいいですね。で、研ぎ上がったら油さしておきましょう。バネの方もね忘れずに油さして何遍か動かして、であとはもう油きれいに全部取ってください。フェルコのハサミってね、ここショックアブソーバーがついてるんですよね。これはストッパーですね。で、これがショックアブソーバー、こういう形になってて、ゴムがこう密着するような感じで、だからおかつねみたいに剪定した時にカチンカチンっていう音がしないです。すごい静かなんですよね、切った時の音が。はい、研ぎたてのフェルコです。軽く切れる。何の抵抗もなく引っかかる感じが全然なくなりましたね。はい、以上今回はフェルコ8番の研ぎでした。